皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。前回の動画を撮影してから10日ほど経ったところです。時は4月下旬です。この日は朝から良い天気でした。気温も養蜂場そばの日陰に設置してある温度計で16度にまで上がりました。最寄りのアメダス観測所のデータでもこの日の最高気温は15度でした。心地よい春の陽気に誘われて、ご覧のように今年羽化した働き蜂たちが巣箱の周辺を楽しそうに飛び回りながら自分の巣の位置を覚えるための定位飛行、時騒ぎを行っています。時刻は13時半です。巣門付近で餌集めから帰ってくる蜂たちの様子を見ていると、後ろ足につけた花粉団子に白色のものが以前と比べて減ってきています。代わって黄色い花粉団子が増えてきました。白い花粉団子はフキノトウに由来するものです。しかしフキノトウではここに来て枯れ花が目立つようになってきました。早春の黄色い花粉団子はエゾの川柳に由来するものでしたが、その花の盛りもどうやら過ぎたようです。その代わり今回タンポポの開花を確認することができました。タンポポの花粉の色も黄色です。ところで前回の動画で私は昨年から今年にかけてのミツバチの減り方が、どうやら尋常ではないというお話をしました。原因はミツバチヘギイタダニです。ミツバチヘギイタダニはミツバチの外部寄生虫でして、ミツバチの体液を吸ってミツバチに甚大な被害を与えます。そのミツバチヘギイタダニが温暖化の下で非常な猛威を振るって、その結果私たちの養蜂場だけではなくて、どうやら全国的にも蜂群の数が激減してしまった可能性があるのです。なお今私は可能性と言いました。これはつまり昨年から今年にかけての蜂群数の減少は、これから公表される予定の統計データを使って検討してみる必要があるからです。それはともかく、前回の動画を出して分かったことは、私の動画を見ていただいている皆様の中には蜂不足の問題に関心を持っておられる方が多いということでした。そこで今回は蜂不足問題の続編としまして海外の動向をお伝えしたいというふうに思います。というのも調べてみて分かったことなのですが、昨年から今年にかけてのミツバチの激減は日本だけに限ったことではなくて、どうやら海外でも同じようなことが起こっているようなのです。このことを伝えるニュース記事がありますので、今からそれを紹介します。まずアメリカの NBC ニュースの2025年3月26日の記事です。これはマット・ラビエテスさんという方が書かれた記事です。原文はもちろん英語です。概要欄にリンクを貼っておきますので、原文に直接当たりたい方はそちらからご覧ください。記事には科学者たちが2025年のミツバチの深刻な減少を警告という、そのものズバリのタイトルがついています。それでは記事を一部略して読み上げます。ワシントン州立大学の昆虫学者らは火曜日、米国のミツバチのコロニーは2025年までに最大 70% 減少すると予測されていると発表した。同大学はニュースリリースで、過去10年間でミツバチのコロニーの消失は年間平均 40% から 50% に上ったと述べた。しかし今年は栄養不足、ダニの蔓延、ウイルス性疾患、そして前回の受粉期における農薬暴露の可能性などが重なり、
被害が拡大したと発表では述べられている。消失は着実に増加しているとワシントン州立大学の花粉媒介者健康と養蜂学の准教授プリヤ・チャクラバーティ・バス氏はニュースリリースで述べた。受粉の需要は減っていないため、養蜂家はそうした需要を満たすために同じ数の蜂群を維持するという大きなプレッシャーに直面している。その影響は甚大なものとなる可能性がある。国立食糧農業研究所によると、世界の食料の約 35% が花粉媒介者に依存している。ワシントン州立大学の花粉媒介者生態学教授ブランドン・ホプキンス氏は発表に付随する声明の中で、消失が増加すればミツバチのコロニーに依存する農家のコストも増加する可能性があると述べた。恐怖を煽るつもりはないが、この規模の全国的消失は養蜂家の倒産増加を意味する可能性があるとホプキンス氏は述べた。農務省によれば、ミツバチの生産価値は2023年に約3億5000万ドルに達した。ホプキンス氏は、ミツバチのコロニーの極端な状況が今年のアーモンド業界を特に危険にさらしていると付け加えた。アーモンド業界では強いコロニーを求める声がよく聞かれる。しかし今年は生産者たちは必死だとホプキンス氏は語った。業界では供給が不足しているため、箱の中に生きたミツバチが入っているものは何でも需要があります。2008年頃のコロニー崩壊の初期以来、こんな話は聞いたことがないと彼は付け加えた。はい、ここまでです。次に紹介するのはラ・フランス・アグリコルというフランスの雑誌の2025年3月19日付の記事です。この記事には、ミツバチの死亡率は春までに 40% に達する可能性があるというタイトルがついています。アストリッド・マルゲットさんという方が書かれた記事です。この記事も概要欄にリンクを貼っておきます。原文はフランス語です。では内容を一部略しながら読んでいきます。2025年の春にはミツバチの死亡率が3倍になる可能性があると予測されており、ミツバチの状況が心配だ。原因としては食料不足や寄生虫の増加などが挙げられる。ミツバチの将来は不確かだとミツバチ生物多様性ネットワークは2025年3月14日に発表したプレスリリースで警告しています。私たちにとって欠かせない花粉媒介昆虫の主な死亡原因は食物の入手困難だと考えられています。2024年の予測不能な天候は蜂蜜の生産に甚大な打撃を与えただけではなくて、蜂の巣に不可欠な花粉と蜜の貯蔵量も減少させました。そして不十分でバランスの取れていない食事はミツバチを弱らせ、病気や寄生虫に対する脆弱性を高めますとネットワークは指摘しています。さらに全ての花粉が同等というわけではありません。日照不足は牧草地や生垣、森林に影響を及ぼし、花を減らしてミツバチを飢餓状態に陥れている。ミツバチのジャンクフード事情は養蜂業にとっての悩みの種となっているもう一つの現象、つまりミツバチが過密であるという現象の持続によってさらに悪化していると同団体は宣言しています。同じ空間に集中したコロニーのあふれはミツバチの間で激しい食物競争を引き起こします。同ネットワークによれば、グランデスト地域ではミツバチの巣箱の数と養蜂家の数が
5年間で倍増した。そのためミツバチは栄養不足、寄生虫感染、そしてウイルスなど複数の戦線で戦わなければなりません。しかしそれらに抵抗するためには特定の花粉に含まれる生理活性微量栄養素であるポリフェノールといった特定の栄養素が必要なのですとネットワークは嘆きます。養蜂家にとって唯一の希望は冬を延長することだ。こうしたシナリオはコロニーの発達を遅らせ寄生虫の圧力を制限することになるだろう。しかし未来を確実にするために必要な解決策はただ一つ、機能的な植物多様性を強化することです。ミツバチは花を必要としています。それは農作物や、養蜂の休閑地や生垣や自然空間から得られるものです。花がなければ私たちのミツバチは絶滅の危機に瀕しますと、オーガニック養蜂家でありミツバチ生物多様性ネットワークの代表であるフィリップ・ルコンプト氏は要約します。はい、以上アメリカとフランスの2カ国の3月中旬から下旬にかけての記事を紹介しました。2つの記事の内容のニュアンスは違いますけれども、いずれも2025年の劇的なミツバチの減少を警告しているという点で共通しています。ラ・フランス・アグリコルの記事では微量栄養素であるポリフェノールの不足に注目している点が赤ワイン好きのお国柄が出ていて興味深いと思いました。2025年のミツバチの大幅な減少、そして深刻な蜂不足は日本だけの問題ではない、海外でもところによっては問題になっているということがここから分かろうかと思います。なおこの日は内見も行いました。まだ気温が低いために蜂の数は前回から大幅に増えているというところまではいきませんが、着実に増えているということが分かりました。これから暖かくなってさらに増えていくことを期待したいと思います。はい、今回はここで失礼させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。なお登録高評価で応援していただけますと大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。